ったであろう。わしは人食いじじいと呼ばれる妖怪だと。第2章第3話妖怪の女憎しみの矛先。原作語り春美月。幾日幾月と時は過ぎてゆく。一日に一度は必ず英介はゆいの家に顔を出した。英介が顔を出すと滝人と日野はほんの数秒間のためだけに家に帰った。最初のうちは簡単だったものの、3日目、4日目、1週間と日が一つ変わるたびに、2人の恐ろしい父親は知恵を働かせていった。家の前で待ち構えていることもあれば、脇道の影に潜んでいる時もあった。しかし、同じようにこちら側にも知恵はついた。英介が毎回変装して先に様子を伺ったり、子供たちが捕まってしまった場合には、賭博に負けて苛立っている酔っ払いを演じ、隙をついて逃がしてみたりと様々だった。特に滝人は日を追うごとに父親への絶対的恐怖心が揺らいできた。おかげで英介が隙をつくだけで簡単に日野を連れて逃げ出すこともできた。さらには自分たちだけで簡単に逃げ出せることもあったほどだ。それもそのはず、家の中だけにとどまらず、道のど真ん中で騒ぎを起こせば、周りの人間が黙ってはいない。地味に変装している英介はすかさず、周りの人間に混ざってヤジを煽ったりした。そして、勝則や内助が村にいるときは、最初に何事だと大げさに振る舞い、集まってくるのがその2人だった。見事、野獣馬が集まってくると、勝則と内助はにやりと目くばせをして、ひょうひょうとしてその場を去っていった。風向きは良好。父親が躍起になって、外で待ち構えれば待ち構えるほど、面白いほど逃げやすくなったのだ。子供たちは徐々に、恐怖の父親の影に怯えなくなっていった。しかし、英介だけは気を引き締めたままだった。派手に騒げば周りが邪魔をしてくれるが、逆におとなしく逃がしてどこへ行くのかと探られては危険だったからだ。それを危惧した英介は、ゆいの家までの道のりを大きく変更して、子供たちに遠回りさせることも多々あった。英介の予感は的中して、人気のない道で様子を伺う父親の姿が時たま見られた。しかし、英介も変装しているとはいえ、毎度邪魔を入れていればさすがに勘ぐられてしまう。そんな時は、下手な細工はせずに、あちこち走り回って巻くことにした。そうすれば、酒と賭博ばかりの父親の方が、あっけなく体力が尽きるのだ。長い鬼ごっこだった。父親はついに子供たちを追い回すことを諦めた。代わりに首が回らないほどの借金で命を狙われ、影に身を委ねて夜逃げした。
彼らの住む村にもう恐怖の父親はいなくなった。しかし、影は別の形で付きまとうこととなった。タキトとヒノの父親がいなくなるほんの数日前のこと。若様。子供たちと歩いていた英介は、身なりのいい男に呼び止められた。傘を深くかぶり、その下には能面をつけて顔を隠している。その男は、英介の屋敷に仕えるものだった。何か恐ろしいものを見るような目で、能面をつけた男を見ていた子供たちに、英介は草木の陰に隠れて待つように言った。どうかしましたか？あなたが表へ出てくるとは珍しい。英介が聞くと、男は声を濁らせた。申し訳ありません。私は若様のお心を知っておりながら、若様を苦しめるお言葉をかけねばなりません。英介は顔をしかめた。何のことです？旦那様からのお言葉をそのままお伝えいたします。私たちの顔に泥を塗る気かと。どうか一度お屋敷にお戻りくださいませ。そう言うと男は深々と頭を下げた。英介は一つ深呼吸した。わかった。先に戻っていてください。後から向かいますから。なりません。申し訳ありませんが、私と一緒にお戻り願います。男は頭を下げたまま言った。わかりました。英介は子供たちに結の家へ先に行くように促した後、男と共に生まれ育った大きな屋敷へと向かった。そういえば、親の言葉を気にしていたのは私も同じだったな。近頃はそんなことさえ忘れていた。英介は一人苦笑いした。屋敷が近づくにつれ、男は徐々にゆっくりと歩いた。あと一つ角を曲がれば屋敷の入り口だというところで、ついには立ち止まってしまった。どうかしましたか？英介が聞くと、男はうつむき動揺した。私は、若様が幼き頃よりよく知っております。たくさんお世話させていただきました。だからこそ、今私のしていることがとても、その先は言ってはいけない。あなたの気持ちは私にもよくわかります。しかし、私は大丈夫。あなたが気に病むことではない。男は能面の顔を上げて英介を見据えた。私も少しは変われたはずだ。英介は男の肩に手を置いた。ええ、若様は近頃生き生きとして本当に楽しそうで。だから大丈夫。私にも大切なものがあるから。男は一歩下がって深々とお辞儀した。英介は多くの人々から親しまれていた。誠実で物腰も柔らかく人当たりのいい性格だった。しかし、それゆえに人を殺傷する刀を作ることにいたたまれぬ思いを抱いていた。
両親に言われるがまま道場に通い、剣の腕も素晴らしいものとなった。そんな自分に剣をし、どこか上に対する反発が生まれることも多々あった。彼を敬い親しんでくれている身分の低い者たちとは違い、お偉い方たちは将来を期待しつつも、英介の人柄を心よく思わない者もいた。そしてそれは彼の両親も同じだったのだ。長年、家名を汚さぬようにと言われ続け、それを忠実に守ってきた英介にも変化が訪れたことを両親はいともたやすく察知した。近頃の英介は子供たちと一緒に結の家に入り浸りになる時間が増えていた。刀鍛冶の修行もおろそかになり、道場へもあまり行かなくなっていたのだ。英介自身にとっても最初の頃は少し気になっていたところもあったが、日増しにおのずと気づいていった。自分も親や家名という檻に自ら閉じこもっていたということに。結たちと関わっていくうちに、英介はなんと小さきことだったのだろうと思うようになっていった。親の待つ部屋の前へ来たとき、英介は一度深呼吸した。失礼します。中に入ると、丸々とした顔に深い眉間のシワを刻ませて、英介の両親は威厳を放ち座っていた。苛立ちを隠すことなく、空気をひりつかせながら、具足を待ちあぐねていた。初老の二人は微動だにもせず、ただただ銅像のように振る舞っている。何をしていた？父親の口が動いた。鬼のように鋭くつり上がった目が英介を射抜いた。英介は苦笑した。何をと言われましても、これといったことは何も。ただ外を出歩いておりました。少し皮肉った口調に、英介の両親は眉間のシワをさらに深めた。何もだと？そうだ。お前は何もしておらぬ。修行も怠り、道場へも行かず、お前は一体どれほど親の顔に泥を塗る気だ？聞くところによると、小汚い子供を連れ歩いたり、さらには身分も低い貧しい女の家へと通い詰めだというではないか。身をわきまえぬか。父親の怒鳴り声に愛の手を添えるように、母親は心を込めて、ああ、いやしきこと、と吐き捨てて目をそらした。お前は我らの言う通りのことをしていればいいのだ。村外れの下賤な女狐など、二度と関わるでない。父親は語尾を荒げると同時に拳で自分の膝を殴った。母親は嫌悪感たっぷりに、おう、いやしきこと、と先ほどよりも声を高々にしていった。お言葉はそれだけでございますか？申し訳ありませんが、私にも己の意志がありますゆえ。英介はさらりと言って立ち上がった。待たぬか。今のはどういう意味だ？父親もパッと立ち上がった。その面持ちにはどこか
驚きが見え隠れしている。そのままの意味でございます。少し外を出歩き考えたいと思っておりますので、この話はまた後ほど。失礼いたします。英介が部屋を出る間際、親の呆然とした顔を見た。それもそうだろう。今まで口答えなど一度もしたことがなかった。この年になって反抗期か、と、英介は屋敷を後にしながら一人笑った。しかし、このことも後回しにはできないだろう。そう思って、英介は一転してため息をついた。ゆいや子供たちのことが親に知られている以上、下手なことはできない。だからといって、英介に生きる喜びを与えてくれたのは言うまでもない。英介は屋敷に仕える男の言葉を思い出した。若様は近頃生き生きとして本当に楽しそうで。ゆいの家の前まで来ると木の陰から滝人と日野がパッと飛び出してきた。おっと、どうした？まだいたのかい？英介がそう聞くと、二人は不安そうに目を見合わせた。英介が首をかしげると、滝人はとても申し訳なさそうに口を開いた。僕たちのことで何か言われたの？もしかしてそれを気にしてここで待っていてくれたのかい？驚いた英介を前に二人はうつむいてしまった。そんな二人の肩に英介は手を置いて優しく言った。いや、大丈夫だ。ありがとう。本当にいい子たちだな。英介は二人の手を取って言った。さあ行こう。彼女が心配して待ってる。三人は小さな家へと連れ合った。それから数日して滝人と日野の父親がどこか遠くへ逃げ去ったこともあり、平穏な日々が続いた。滝人と日野はついにゆいの家で暮らし始め、ゆいと共に薬草を育てたり、農技の手伝いをし、いつの間にやら英介もそれに加わっていた。ゆいと英介が恋仲になるのもあっという間だった。ある日のこと、4人で薬草をせっせと手入れしていた時だった。英介様、刀鍛冶や道場の方はよろしいのですか？ゆいが言った。ダメな男だと思うかもしれないが、私は人の命を奪う剣術も、人の命を奪う道具となる刀鍛冶も、あまり好きではないのだ。やはり私はこっちの方が好きだな。そう言って雑草を丁寧に取り除いていった。そうでしょうか。英介が顔を上げると、ゆいはにっこりと微笑んだ。英介様と最初に出会ったとき、私は英介様の剣術に救われました。あなたの刀で、あなたの剣術が私をお救いくださいました。ゆいは続けて言った。母が申しておりました。命の重みを知る者は、命の重みに打ち勝つと。英介様のなさるべきことは、英介様にしかできません。英介様が
人の命を奪うものとしてではなく、人の命を守るがために撃った刀は、必ずや人を守る刀として使われると思います。英介様の剣術が必ずや人を守るための力となると私は思います。まさに鶴の一声だった。この日を境に英介は道場へも再び通い始め、刀鍛冶としての修行にも熱が入った。今まで疑問に思っていたことが、いとも簡単に取り払われたのだ。どうして今まで気づかなかったのだろう、と英介は思った。いや、気づいたとしても、自分をごまかそうとしているようにしか思えなかっただろう。ゆいがあれほど当たり前のように言ってくれたからこそ、自分は吹っ切れることができたのだ。なんという女性だ。苦労や心の痛みを内側の芯の強さで補うか。私もうかうかしていられんな。英介は充足感と幸せを身に染みて感じ取った。ただ、刀鍛冶の修行も道場通いも、英介が以前にも増して精進する姿を見ても、英介の両親は不機嫌なままだった。二人にとって刀鍛冶も道場も今となっては二の次だ。何としても許しがたいのは、英介が未だに村外れの貧しい女のもとへと通っていることだった。どうにかして二人を引き裂く方法はないだろうか。英介の父親は日々そのことばかりに思考を働かせていた。そういえば、山向こうの隣村あたりで、人食いじじいとかいう妖怪の噂が立っていたことがあったな。あの女を食ってくれればいいのに。由緒正しき我が家系に、その女のような下賤なるものを受け入れるわけにはいかぬ。英介にはもっと良い身分の妻をめとってもらい、我々はもっと栄えてゆかねばならぬ。いや、待てよ。妖怪か。なるほど、妖怪か。我ながらなんと冴えた頭をしているのだ。英介の父親は思わずブフフッと失笑した。その晩、早速妻に耳打ちした。二人はにやりと目配せをして、早急に実行に移すことにした。夜空の雲が月を隠してしまい、星たちは闇に紛れて目をそらした。垂れ込めた雲は夜明けにも晴れることはなく、その地に薄暗さとともに雨を連れ込んだ。ゆいが目を覚ますと、激しい雨に耐えられなかった天井からポタポタと雫がこぼれて床を濡らしていた。それでも平気で寝ている滝人と火野を起こし、風邪をひかぬように暖を取った。薪も少し湿っていて、火を起こすのに少し時間がかかった。自分たちの食料に置いていた木の実を少しばかり食べた後、ゆいは見事に吐いた。滝人と火野が心配する中、ゆいは大丈夫だからと言って笑ってみせた。苦しい？滝人が不安そうにゆいの手を取った。大丈夫。でも、英介様には
言っちゃダメよ。ゆいはいたずらっぽく口に人差し指を当てていった。実のところ、これが初めてではなかった。原因は分かっていた。つい数日前、たまたま様子を見に訪れた勝則に、妊娠していると告げられたのだ。しかし、それを英介に知られるわけにはいかなかった。ゆいは勝則にも絶対に言わないでほしいと願ったのだ。どうして？日野が幼声で聞いた。だって、私は本当に何ともないんだもん。英介様に余計な心配かけてしまうでしょ？でも、子供ができたことも言わないの？きっと喜んでくれるよ。滝人がゆいの背中をさすりながら言った。ゆいはにっこりと笑った。そうね。きっと喜んでくれる。でも、あの方に知られてはいけないの。あの人はこれから大きくなる人。私のような身分の低い女との間に子供を持ってはいけない。いつかもっと素晴らしい女性を奥方に迎える方。私はもう十分幸せをもらったから。ゆいは滝人と日野の頭を優しく撫でた。ね、あの人のためにも言わないでね。それから二人ともこの子のお兄さんとお姉さんになってね。そう言って、ゆいは今度は自分のまだ膨らみ始めたばかりのお腹を撫でた。うん、ひの、お兄ちゃんみたいに優しいお姉さんになる。ひのは大喜びで飛び跳ねた。ねえ、いつ生まれるの？滝人はこわごわとゆいの手の上からお腹を触った。そうね。まだまだ先かな。でも、この子のためにも今のうちにたくさん働かなくちゃね。ゆいは勇ましく立ち上がると傘をかぶり、雨足激しい外へ出ようとした。今日は何するの？日野が聞いた。今日は薬草が水浸しにならないように水の通り道を作りに行くわよ。ああ、でも他にすることはないから二人ともうちでゆっくりしてなさいね。青白い顔をしながら元気よく言うゆいに滝人は当選簿した。僕が行ってくるよ。子供がお腹の中にいるのに風邪をひいたら大変だよ。滝人は張り切って桑を手にし、ゆいから傘を奪ってあっという間に家を出て行った。あら、あらあらあら。まあ、どうしましょう。もう行ってしまったわ。あっけに取られているゆいの後ろで、日野がクスクスと笑った。それじゃあ、今日のところはあの子に任せましょうか。そろそろ内助さんも仕入れに来る頃だし、湿ったものを順々に乾かして。そう言って、棚に広げて乾かしていた薬草に手を伸ばそうとした時だった。ガタン。激しく戸口が開いた。振り返ると、今しがた飛び出していったはずの滝人が必死の形相で戸口に立っていた。ずぶ濡れで、そして血まみれだった。滝人。
慌ててゆいとひのが駆け寄ると、滝人は自分を抱きかかえようとしたゆいの腕を逆に掴んで、ぐいぐいと引っ張った。逃げて、早く。その小さな体からは、無数の鋭い切り傷が血を垂れ流していた。滝人はもう一方の手でヒノの腕を掴んだ。何が？困惑するゆいとヒノをぐいぐい引っ張って、滝人は表へ出た。すると、待ってましたと言わんばかりに、雨に紛れて風切り音とともに無数の矢が三人に容赦なく降りかかった。突然の奇襲に、ゆいとヒノは悲鳴を上げたが、滝人がうまく二人をかばい、幸運なことにどれ一つとして刺さらなかった。行け、囲え、逃がすなよ。弓を構えた者や刀を抜いた者、たくさんの人間の影から太い声が飛んできた。早く逃げて。滝人は家の影に二人を押し込むと、ゆいの手をしっかりと握った。今すぐこの村から逃げて、殺されちゃう。そう言ってゆいをドンと押した。ヒノ、僕たちが父さんから逃げたように、おゆいさんを連れて逃げるんだ。でも、お兄ちゃん。早く行け、ヒノ。お姉ちゃんになるんだろ？お姉ちゃんなら、お腹の子を守るんだ。僕も別の道から行くから。早く行け。大勢の足音が聞こえた。ヒノはユイの手をぎゅっと握りしめて、わーわー泣きながら走り出した。滝人。ユイが振り返ると、滝人はにっこり笑っていった。助けてくれてありがとう。そして滝人はわざと追っ手に姿を見せる形で路地裏にふらふらした足取りで駆けていった。おい、そっちへ行ったぞ。侍の一人が滝人が逃げた方を指さし叫んだ。伊達に父さんから逃げてたわけじゃない。追っ手を巻くのは得意だ。滝人は追っ手が自分に向かっていることを確認すると、体中の傷をかばうようにして走り出した。誰か助けを呼ばなくては。幸運なことに雨が血を洗い流してくれる。結婚から逃げ道を悟られることはない。滝人には到底知る由もなかったが、幸運なことがもう一つあった。追っ手の誰もが報酬に目がくらんだ頭の悪い素人だったということだ。自分たちが追っているのがユイではなく手負いの子供だということにさえ気づいていない。それどころか、いとも簡単に見失ってしまったのだ。滝人が逃げ回っていると、何の騒ぎだと駆けつけた英介の後ろ姿が遠目に見えた。追っ手の一人をとっ捕まえて、何事かと聞いていた。あ？何事かって？妖怪が化けて出たんだとさ。その妖怪退治に俺たちが雇われたのよ。あんたも狩りに参加したらどうだい？目ん玉が飛び出るほどの報酬がもらえるぜ。男は意地汚い笑いを残して狩りの群れに戻っていった。妖怪？英介は怪訝そうに男の走り去った方を見つめた。英介様。突如、
血まみれの滝人が英介の前に現れた。滝人、どうしたその怪我は？ふらつく滝人の体を英介が抱き留めた。助けて、おゆいさんを助けて。滝人は英介の腕の中でわーわーと泣き出してしまった。ゆいがどうした？何があったんだ？英介は地面にひざまずき、滝人の肩をしっかりと掴んだ。わからない。けど突然、たくさんの人たちが現れて、妖怪退治だと。おゆいさんのことを妖怪だと。そこまで聞くと、英介は立ち上がり、滝人を抱きかかえて走り出した。抱きかかえた滝人の体は小刻みに震えていた。ゆいはどこに？ひのは？ひのにおゆいさんを任せた。村から逃げるように言ったけど、もう捕まっていたらどうしよう。一体何がどうなってるんだ？誰がゆいを妖怪などと。こんな子供にまで血を流させるなんて。どこか安全な場所に滝人を。英介はゆいを探しながら、同時に滝人をかくまえる場所をも探しながら猛然と走った。ざざ降りの雨が鬱陶しかった。若様。背後から雨音に紛れて呼び止められた。振り返ると、身なりのいい男が大雨の中、なりふり構わず走ってきていた。傘をかぶり、能面をつけている。前に英介を屋敷に呼んだ男だった。若様、お探し申しておりました。大変なことに。あ、その子供の怪我は。すまない。この子をどこか安全な場所で手当てをしてくれませんか？私は急ぎ行かねば。英介は追いついた男に滝人を預けた。御意に。しかし、お待ちください。大変なのです。あなた様の大事な方が妖怪の濡れ衣を着せられ。まさか、捕まったのか？ああ、ご存知でしたか。いいえ、捕まるのも時間の問題です。今しがた追っ手の一人から村の手前で見つかったと聞きました。総勢でそちらへ向かっております。わかった。その子を頼む。英介は勢いよく駆け出した。道々で同じ方向に走っていく男たちがいた。こっちだ。村の外に逃げる気だぞ。きっと彼らもゆいを追ってる者たちだろう。急がねば。村から少し出たところまで来ると、ごちゃごちゃと人だかりでごった返していた。その向こうにゆいとひのの姿が見えた。よし、弓を構えろ。やっちまえ。おい、俺たちの獲物だ。横取りするな。お前ら見つけたのは俺だぞ。小競り合いをしている男たちの頭の上を太い声が飛んだ。何をしておる。誰でもいい。とっとと首をはねよ。高額の報酬ゆえか、前線では醜い小競り合いで人が団子になっていた。もたもたとしている間に、周りには騒ぎを聞きつけた村人もたくさん集まってきた。一体何事じゃ？なんでも妖怪が化けて出たとさ。なんと面妖な。おいおい、
あれは村外れに住む娘っ子じゃねえか？妖怪だったらしいぞ。なんでも刀鍛冶の若旦那を妖術でたぶらかしたというではないか。きっと骨抜きにしてから食らおうとしていたのだろう。恐ろしや。村の者たちの情けで住まわせてもらっておきながら。本当に妖怪なの？人間にしか見えないけど。あれは人間の顔を盗んだらしいぞ。それにもう何人も食われたらしい。ほれ、あの酒屋でいつも暴れていた男、あやつも食われたとか。本当かい？あの人は借金で夜逃げしたんじゃなかったのかい？わしらも桑を持つんだ。村から追い出すんだ。ドドドッと村人たちが桑や斧を持って刀を抜いた男たちを押しのけてなだれ込んできた。遠距離から弓を構えていた者たちは村人が押し寄せてきたことで狙いを定められずにいた。ちょっと待て。何をしている？ゆい、ひの、大丈夫か？英介様。英介がゆいに駆け寄ろうとすると、村人たちがそれを抑え込んだ。何をする？ダメだ。あんた様はあの女狐に狙われてたそうじゃないか。英介を抑え込んだ男が言った。何を言っている？誰がそんなことを？英介、どくんだ。お前はその化け狐に騙されておるのだ。先ほどから群れを指揮していた声が怒鳴った。人混みをかき分けるようにして後方に控えていた英介の父親が現れた。父上、まさかあなたが。英介の父親はギリギリと歯ぎしりしながら英介を睨みつけた。くそ、こいつまで出てきてしまったではないか。村のやつらまで邪魔を。くそ、追い出すだと？手ぬるいわ。これだから早めに片付けてしまいたかったというのに、女一人仕留めるのにどれほど時間をかけておるのだ。どいつもこいつも使えぬ。そこの者、英介をしっかりと抑えてろ。英介の父親は、小野が息子を押さえつける村人に吐き捨てるように言った。皆の者、何をしておる？村の平穏のため、その妖怪を今すぐ片付けるのだ。父上、おやめください。もがく英介を村人たちが羽交い締めにした。話せ、話すんだ。うわーん。ヒノの泣き叫ぶ声が聞こえた。ヒノ！泥だらけになったユイが叫んだ。見るとヒノが影から忍び寄った雇われ侍の一人に捕まっていた。バカ者、子供なんぞどうでもいいわ。早く化け狐を捕らえろ。英介の父親は歯がゆい怒りに打ち震えていた。やめろ、やめてくれ。ユイ、逃げろ。ついにはたくさんの村人に泥だらけの地面に押さえつけられた英介は必死の面持ちで叫んだ。ヒノを捕まえていた男は適当な村人にヒノを押し付けるとまたユイの追撃に向かった。英介様、ヒノ。ユイは何度も後ろを振り返りながらも再び走り出した。
その後を武器を掲げた村人や侍が追いかけた。人混みから抜け出した男たちが弓矢を構えて放った。やめろー。英介は地面に押さえつけられたままじりじりと前へ張っていった。ビュン、ビュンと放たれた矢はかろうじて狙いをそれ、ゆいの裾を抜き破った。弓矢が飛んできたことに驚いた村人や雇われ侍はほんの一瞬ひるんだが、半ばやけになりながら桑や斧を振り回して追いかけた。今までお前に情けをかけてきたというのに、ずっと村のみんなを騙していたんだな。危ねえ、おい、お前ら、俺たちまで弓でいるんじゃないぞ。消えろ、妖怪め。二度と村に近づくな。今までどれだけの男を食ってきたんだ。おえ、殺せ。もはや、英介には手も足も出なかった。やめてくれ。お願いだ。なぜこんなことに。英介は激しい雨に打たれながら地面の泥を握った。ふと英介を押さえつけているたくさんの手が英介の体から離れた。なんだこの小僧。英介様。あちこちに包帯を巻いた滝人が英介を押さえつけていた男たちに体当たりを食らわせていた。滝人。英介様、大丈夫ですか？滝人が英介に手を伸ばした。しかし、多勢に無勢。二人は手を取り合う前に別の村人たちに瞬く間に取り押さえられた。お兄ちゃん。村人に抱きかかえられたヒノが届くわけもないのに滝人へと手を伸ばしていた。ヒノ。お兄ちゃん。ヒノは雨と涙で顔を濡らし、それでもなお泣き続けていた。ヒノを抱いていた村人は少し戸惑った後、滝人の方へとヒノを連れてきた。村人からパッと離れたヒノは取り押さえられた滝人に抱きついてわーわーと泣きじゃくった。そのうちにユイを追いかけていった村人や侍がとぼとぼと戻ってきた。どうした？どうなった？英介の父親が戻ってきた男たちに駆け寄って聞いた。ダメだ、逃げられた。なんだと？英介の父親が眉を吊り上げていると、桑を肩に担いだ老人がひょいと顔を上げた。村から追い出せたのじゃ。深追いして食われるよりいいでしょう。そうだ、このじいさんの言う通りだ。追い出したんだからいいじゃねえか。それより報酬はもらえるんだろうな。くそ、逃がしたか。まあ、たかが小娘、いずれ朽ち果てるだろう。生きていたとしても、今すぐどうこうというわけでもあるまい。いいだろう。ただし、とどめはさせなかったのだ。報酬は今回参加した者たちで山分けにするんだな。ゆいは無事逃げたか。英介は泥に身をうずめたまままぶたを閉じた。雨は今もなおしたたかに村全体に降り続いていた。騒ぎの足跡を跡形もなく流してしまおうかというほどに激しいはずの雨音が
どこか静かに聞こえてくる。いや、聞こえてくるのは雨音だけ。人々の声も足音も悲しいほどに雨音がかき消していた。まるで英介が心を閉ざしてしまうことにそっと手を貸すかのようだった。山は静寂に身を包んでいた。そよ風さえも吹くことを控えた。虫たちも気配を断ち、不自然な空気がそこには流れていた。しかし、ゆいはそのことに全く気づいてはいなかった。事のあらましを話し終わったゆいは、再び涙を流した。滝人と日野は無事だったろうか。英介様はどうしているだろう。私はこれから一体どうすれば。ゆいは手にした湯飲みを見つめたままつぶやいた。私は英介様や子供たちが命がけで体を張って逃がしてくれたというのに、この子を幸せにすることもできません。身寄りのない滝人と日野まで置いてきてしまった。人食いじじいは相変わらずの無表情で言った。それが罪と。はい。私は愛する人に愛され、愛する人の子供を身ごもり、子供たちに楽しい時間をもらいました。なのに、私は彼らを傷つけて、私があの人を愛さなければ、こんなことにはならなかったのに、私のような身分の低い者があの方を愛してしまったから。ゆいは自責の念で顔をしかめながらつぶやいた。その男の親が憎いか。人食いじじいはゆいの目をじっと見つめた。なぜか背中に悪寒が走った。ゆいはすぐには答えられずに自分の手を見つめた。まるで走馬灯のようにぐるぐると過去の出来事が脳裏を巡った。だって一番ひどいのは、私が憎むのは誰でもない私自身です。憎い。誰よりも私自身が憎い。なんて無力なの。それなのに、あの人の親を憎められたらいいのになんて、そう思う自分が汚らわしい。もう苦しい。ゆいの心は他者への憎悪を自分の席へとねじ曲げることでかろうじて心を保っていた。人食いじじいはゆいから目を離すと静かに立ち上がった。わしがその者たちを食ろうてやろう。ゆいは人食いじじいを見上げた。それはどういう意味ですか？人食いじじいは戸口まで行くとゆっくりと振り返った。その姿は暗い部屋の中、不気味に白く浮かび上がっていた。言ったであろう。わしは人食いじじいと呼ばれる妖怪だと。そう言い残すと、人食いじじいは
闇に消え去ったのだった。